はい、皆さんこんにちは。ネイチトラベラーアイアンウッドでございます。2025年10月28日午後4時、シンガポールチャンギ空港にいます。先ほどマレーシアクアラルンプールからここにやってきたんですね。で、次の便が、日付をまたいで1時15分、上海行きに搭乗します。この間乗り継ぎの時間9時間あります。9時間あったら街中にね、十分行けますよね。行けるんだけど、せっかくなんでね、ここ無料のツアーがあるんですよね。それ参加したいじゃないですか。今日は、無料のツアーの概要と予約方法をご案内いたします。で、こちらでですね、検索します。フリーシンガポールツアーで検索すると、ここにね、フリーシンガポールツアー、シンガポール航空で出るんです。これをクリックします。で、ここにですね、ここに書いてるんですけども、乗り継ぎ時間が5時間30分以上、24時間以内のお客様、所要時間2時間30分の魅力的なバスツアーを3種類の中からお選びいただきます。これね、3種類ってありますけども、今4種類になってます。これらのツアーはシンガポール航空とチャンギエアポートグループの共同企画で英語で実施されます。チャンギ空港とシンガポール航空がね、共同でこういったね、無料で市内ツアーをね、やってるんですよ。すごいよね。で、ご予約はこちらっていうことをクリックします。で、こちらのチャンギ空港のフリーシンガポールツアーのサイトにやってきました。で、ここの下の方にツアーの概要があります。4つあるんですね。4つの中でね、このニューがあるので、さっきシンガポール航空の方は情報古かった3つになってましたけども、セントーサディスカバーリツアーニューってなってました。これ今年の8月にできたばっかりみたいです。シティサイトツアー、それからシンガポールリバー&マリーナベイサンズツアー、ヘリテージ&カルチャーツアー、この中でね、2つはもう何年も前から僕知ってたやつですね。一番右のヘリテージ&カルチャーツアー。それから、左から2番目、シティサイトツアー。この2つは多くの人がね、紹介してくれてる。それから、一番人気があるのはこのシティサイトツアーなんですけども、知らん間にね、もう2つできてるんがね、これむちゃくちゃ面白そうなんですよね。で、問題になるのが、そのツアーの時間がこれね、バラバラなんです。で、朝ね、ここに書いてるんですけども、朝一番早いのがこれですね、ヘリテージ&カルチャーツアーで10時から12時にシティサイトツアーがありますね。それから午後は1時にシンガポールリバー&マリーナベイサンズツアー。その次が3時か。3時にヘリテージ&カルチャーツアー。4時にシンガポールリバー&マリーナベイサンズツアー。6時にシティサイトツアーがあって、最後に7時にセントーサディスカバーリツアー。セントーサの分だけが1日1回、あとは1日2回ありますけども、基本的に早い時間が右2つ、遅い時間が左2つってなってます。これ理由はっきりしてて、左2つはね、夜のショーがあるんです。なのでね、これ夜しかないんですよ。で右側はそういったものがないから、朝だから昼の時間帯になってるみたいです。で、せっかくなんで、そのツアーの概要を見てみましょうか。ではね、この4つのツアーの概要を見てみましょう。で、僕嫌いなんだけど、ブラウザーをね、日本語に変換しますね。このね、もうタイトルからしてちょっとよくわかんない、この右、これ、遺産と文化ツアーってなんやねんって、こんな文言を見たら行く気なくなるやんと思うんですけど、右から順番に見ていきましょう。ヘリテージツアーですね。うわ、コナンの壁画があるね。で、ツアーの予定ですけども、中央ビジネス地区に行って、それからチャイナタウンで30分後期になってますね。それとね、これ最近できたんだろうと僕思ってるんですけども、今有料のオプションがあるんです。で、ここの場合だと、チャイナタウンヘリテージセンター、ちょっと何をするのかわかんないんですけども、それからクラークキーやね、それと、アラブストリートで30分後期。からチャイナタウンで降りるのと、アラブストリートで降りるのとありますね。これいいと思いますね。
次のね、この謎のね、僕が知らないツアーですよ。シンガポール川とマリーナベイサンズツアー。これは約ちゃんとしてますね。へー。あ、クラークキーにやっぱ行くんだ。クラークキーで降りるんやね。シンガポールリバー30分の途中後期ってなってますね。で、ここにオプションがあって、シンガポールリバークルーズ。うわ、船乗れるんや。これええな。からマリーナベイウォーターフロントに行きますけど、これは車窓ですね。で、マリーナベイサンズのショップ&ホテルで降りるんですね。これいいね。いやー、さっきのもいいけど、これもいいですね。それからシティエクスツアー、これがこれ、まあ、変な役ですけど、まあいいです。これがね、一番人気で、多くの方紹介されてます。市役所とか、それからこれシビックディスクまたよくわかんない言葉されたわけわかんないんですけども、この辺り車窓で見て、マーライオンパークでね、降りるんです。それからガーデンズバイザベイで降りるんですけども、これショーの時間に合わせて降りてくれるので、ガーデンズバイザベイのショーを見れます。これはね、多くの方が紹介してる。僕もこれ一番人気で、僕一番にこれ候補に挙げてたんですよ。で、オプションでガーデンズクルーザーオーディオツアー。これ何だこれ。よくわかってないんですけども。ガーデンズバイザベイでの体験をさらに充実させましょう。特別なクルーザーに乗って庭園の園芸景観についてより深い洞察を提供する解説付きか。これただね、初めてこのツアー参加した人は多分皆さんガーデンズバイザベイのショーを見ると思うんです。この頃のショーは、毎回同じことやってないので、何回見てもね、楽しいんですよね。なのでね、どっちか取れって言われたら、僕やったらやっぱり賞を取るかなって気がしますけどね。どうでしょうかね。さあ、そして最後、今年の8月にできたばっかりですね。セントーサ島のディスカバリーツアー。さあ、これ何なんだろう。セントーサ島行くのは当たり前やね。ユニバーサル・スタジオ・シンガポール・リゾート・ワールド・セントーサ。ユニバーサル・スタジオ入れるの？無料で？嘘やろ？それから、セントーサ島の感覚景観。なんか言葉よくわかんないな。それから、シロソビーチがオプションで、ウィング・オブ・タイム・ファイアーワークス・シンフォニー。わ、僕もこれ決定。これ行きます。ユニバーサル・スタジオ行けて、なおかつ、このショーを見れるんですよね。まあ、これ有料ですけど、これは僕お金払ってでも行きます。決定です。ということでね、4つツアーがあるの分かりました。で、時間も分かりました。で、あとはね、ここです。この参加資格見とかないとね、ダメですよね。この下に、ツアーの参加資格ってあります。まずは、チャンギ空港で乗り継ぎ、または乗り継ぎの乗客ですって。要は、チャンギ空港で乗り継ぎをしない人はダメですよと。それから受託に手荷物は最終目的地までスルーチェックインする必要があります。これね、荷物を受け取ると、一旦入国しなければいけないんです。それがね、後から問題になるんですよ。乗り継ぎ時間は 5.5 から24時間です。あとはいいんですけども、これが一番短いの 5.5 時間で、最長24時間。ですから、ストップオーバーの場合はダメですね。それから次は問題ない。その次なんですけども、乗り継ぎの乗客はシンガポール入国管理官が定めた規則に従って、乗り継ぎ中にシンガポールに一度だけ出入りできます。このね、一度だけっていうのがね、この受託手荷物にかかってくるんですよ。シンガポール入国管理局の規則で、乗り継ぎ中にシンガポール入国できるのは1回だけなんです。ということは、この受託手荷物を受け取るために入国しちゃうと、ツアーに参加するためにもう一度シンガポールに入ることができなくなるんです。そのあたり詳しくはね、後で出てきます。登録方法。これちょっとね、言葉おかしいんですけどね、ツアー予定日の50日前まで、一つのツアー予定を事前予約できます。これちょっと後で詳しくできてきますので、今、さらっと流しておきます。
で、到着時にトランジットエリアのツアーブースにアクセスしてサポートを受けることもできます。ちょっとこの辺ね、言葉がちょっとよくわかんないんですけど、これあんまり問題にならないんですけどね、問題になるのはこの次なんですよ。これ一番大事なんです。チャンギ空港に到着したら、乗り継ぎエリアにとどまり、無料シンガポールツアーブースが乗り継ぎエリア内にあるため、到着入国審査の通過はご遠慮ください。無料シンガポールツアーのブースは次の場所にあります。これね、これが一番のね、ミソです。さっき1回だけしかシンガポールに入れないって書いてたじゃないですか。そうなんです。このね、集合場所は制限エリア内ですから、入国しちゃうと、このツアーには参加できなくなるんです。で、入国が2回できるんだったら、一旦入国して、もう1回制限エリア帰れば OK なんですけども、1回だけしか入国できませんので、間違って一旦入国しちゃうと、もうね、このツアーの参加はできなくなるんですよ。ツアーに参加するには何が必要ですかと。で、パスポート、搭乗券、有効な入国ビザ、ツアー予約確認書が必要です。ツアーへの参加資格はシンガポール入国管理局が定めた入国要件の対象になりますよと。それで、一番問題になるのは、この有効な入国ビザですけども、日本人で観光の場合はビザは不要です。パスポート搭乗券なければそもそも飛行機乗れないので、これ持ってない時点でツアー参加資格はありませんので、ここ問題になることはこれだけですね。ツアー予約確認書は必要です。これも後から出てくると思います。それからね、これも重要なポイントです。このツアーね、バスで移動して途中2カ所降りるようになってるんですけども、その時に荷物をバスの中置いてちゃダメなんですよ。ですから、大きな荷物があって邪魔になる場合は、制限区域内で手荷物預かりカウンターで預かっていただくか、もう重たいけどね、持って移動するかのどっちかになりますよということになります。電子機器の保管はこれはもう、多分、預けに行ったら断られると思います。重要な注意事項。座席は先着順って書いてますけど、多分フリーやと思うんですけどね。乗り継ぎの乗客は乗り継ぎ中に1つのツアーのみを予約できます。これね、5.5 時間から24時間の乗り継ぎの人が対象になっているでしょ。で、24時間乗り継ぎがあったら、その間にね、2つ参加しよう思ったら時間的には可能なんですけど、現実問題としてシンガポールに1回しか入国することはできませんので、これ2つ申し込みできないんです。それからこれは当たり前ね。次のやつは当たり前ですね。それから FAQ。ツアーは毎日利用できますか？これ365日あります。それからさっきね、スルーしたところですね。ツアーブースに関しての情報があります。で、場所が、ターミナル2とターミナル3とあるんですけども、どっちもね、ここね、スカイトレインが2つ系統があって、ジュエル通るのはここなんです。で、ジュエル通らないのがここなんですけども、こっちのね、ジュエルを通らない側のスカイトレインの降り場付近がこれなんです。ターミナル2もターミナル3も、このスカイトレインの乗り場に近いところに、このターミナル2でしたらゲート F50 がありますし、ターミナル3でしたらゲート A1 があります。無料シンガポールツアーは何言語で行われますか？これ英語なんですよ。ただ、中国語はなんか特別なサービスがあるみたいですけども、僕ら関係ないですよね。それから、ここは、観光客は関係ないです。ビザ不要です。それから、これは必要です。シンガポール到着カードに記入する必要がありますか？これ必ずこれがないと入国させてくれませんので、SG アライバルカードのこのサイトに行って、入国のカードは電子で申請をしておく必要があります。で、3日前からできますし、そんなにね、時間かからないので、トランジットに直に余裕があるんでしたら、チャンギ空港の中ででもできないことはないですけど、やっぱり事前にしとった方が安心かと思います。
無料シンガポールツアーを事前予約できますか。で、ここでね、さっきと日にちが違うんですが、さっき50日って書いてたんだけど、ツアー予定日の60日前、これまでじゃなくてからですよ。一つのツアー予定のみを事前予約できます。予約する前に乗り継ぎがツアーのスケジュールと一致していることを確認してください。これ後で詳しいことは説明いたします。チャンギ空港に到着したらツアー予定時間の90分前までにトランジットエリアの最寄りの無料シンガポールツアーブースにお越しください。要はね、これギリギリはダメなんですよ。1時間半前には、ツアーのチェックインを完了しておかないといけないので、あんまりギリギリだとこれ予約できないような仕組みになってます。無料シンガポールツアーに参加するための利用規約は何ですか。このあたりは特別問題にはならないと思います。報告時間以降にのみ到着します。無料シンガポールツアーに参加できますか。これさっきのね、90分前っていうのに間に合わなかった場合、これははっきりケースバイケースやと思うので、カウンターに行っても断られたら諦めるしかないのかなっていう感じがします。シンガポールに到着しますが乗り継ぎではありません。もうこれはダメです。無料シンガポールツアーに参加し、乗り継ぎ便のために空港に戻る前に市内に残って自分で探索することはできますか。これね、難しく書いてるんですけど、現実には可能です。フリーシンガポールツアーに行って2回降りる場所があるじゃないですか。その2回降りる場所で離脱をするっていうことは可能ですよ。ですから、途中で離脱することも可能だし、ここに書いてるのは、一旦空港まで帰って、その後は自分でやりましょう。これは要はね、ツアーの主催者に責任を負わそうという人がいらっしゃるのかもしれない。それはちょっとね、勝手な話ですよね。車椅子とかベビーカーはダメって書いてますね。それから、これさっきから何回もありますけども、ツアーは1回しかできません。18歳未満の場合は単独はダメですね。大人と一緒であれば OK だということですね。ツアーバスに戻るのが遅れて、空港に戻るツアーバスに乗り遅れました。どうすればいいですか。これね、このツアーバスに限りません。海外の現地ツアーね、基本すべてこれなんですけども、何時までね、降りて、何時までここ帰ってくださいよって案内があるじゃないですか。それに帰りそびれた場合に、バスは待たないです。もう勝手に行っちゃいますので、あとはね、もうほったらかしになります。これ、海外の、こういった、1日観光とか半日観光、どこもね、同じですから、要は自己責任です。もし万が一乗り遅れたら、自分で空港まで帰ってくる手段は調べておくことがいいと思います。この FAQ にない質問があります。フリーシンガポールツアーチームに連絡するにはどうすればいいですか。このね、僕ここメール送ったことあるんです。ものすごくレスポンスいいです。ですから非常に親切でしたから。で、これで一通り見ましたね。さあ問題はそして予約ですね。今から予約の解説をするんですけども、この概要のね、この左側に、予約内容を打ち込む欄があります。でね、どこにもね、シンガポール航空じゃないと予約できないって実は書いてないんですけど、多くの方が言うんですよね。予約が可能なのはシンガポール航空と、それから、子会社のスクートだと言うんですけど、実際私見た限り、優遇措置はあります。シンガポール航空の方が、予約の枠が多いみたいなんですけど、他社でも予約できるみたいなんです。そのあたり見ていきますね。実際私が搭乗する日にちと便を打ちます。10月28日。ここに、概要が出ます。クアラルンプールとシンガポール16時着。それからデパーチャーフライトフロムシンガポール SQ826 です。でシンガポールと上海、次の日の1時15分です。で、ここでチェックします。そしたらここにね、右2つは僕の時間だとダメなんですね。これ昼便ですから、私が着くより前の時間帯。こっちの2つが
乗り継ぎの時間帯で参加することができるツアーになります。シティサイドツアーすごいね、もう人気やね。残り6席。先頭車の方が残り29席となってます。で、各ツアーがバス1台なんです。40人が定員になりますので、もうシティサイドツアー34人すでに予約が入ってますね。先頭車の方も11人予約が入ってるっていうことになります。で、ブックナウを押します。で、ここにですね、時間の設定がです。先頭車は1個しかありませんので、7時の時間ですね。それと人数を打ち込む欄があります。で、コンティニュー。で、ここに名前、それから生年月日、それから国籍、それから住所と打ちます。国籍はジャパンでいいんですよ。こっちのね、住所ね、SG アライバルカードを売ってる方ご存知ですけど、国、都市まで打つんですわ。でね、日本は J ですから、この辺りだな。ジャパン愛知名古屋とかね、ジャパン愛知アザースイン愛知。県庁所在地だけがね、都市が出るんです。私、香川県ですから、K に行きます。これね。香川アザースイン香川、もしくは香川高松。僕、香川高松。それから、E メールを打ちます。それと、同意で、まあ、今、中途半端しか打ってないから、これ色変わってないので、ブッキングになる。私、実際もう1個予約してるから、これ、ブッキングするとエラーになっちゃうんです。ではね、ちょっと日付を変えてみてみますね。もう、ごめんなさい。2週間遡ろうかね。10月7日、SQ で、朝、ちょっとね、こっちも見たいので、早い時間、朝6時ぐらいの時間をしましょうか。5時半でいいね。それから、夜は僕の便が正しいので、826ですね。これで1日中の予約状況が確認できます。もうね、かなり入ってますね。ヘリテージツアーが朝便が残り3席で昼便が23席。マリーナベイサンズの方は15、13。シティサイトツアーは、これどっちがなくなってるのかな。昼のツアーがなくなってて、夜が残り2席になってますね。それから先頭車の方が残り14席となってます。これ覚えとってくださいね。で、同じ日で SQ じゃないのでいきますよ。日本から、ANA で来たことを想定しましょうか。朝6時40分。で、同じく NH で、こんなことする人いないと思いますけど、当日の夜便で帰ると。これでチェックしますよ。わかりますか？こっちダメなんですよ。それとこっち、ヘリテージは変わらなかったのかな。マリーナベイサンズちょっと減りましたよね。なのでね、どうも、こういうね、他社便で予約ができないっていう情報は、変わってる気がします。他社便でも予約できるみたいなんですけども、シンガポール航空あるいはスクートの場合の方が、きちんとね、残席が出ると。で、他社便だと、その中から若干残席を減らしているのか、あるいはこういうふうに、取れるツアーの優遇であんまり人気がない方に優遇しているのかちょっとわかんないんですけど、こういう形で予約は可能です。これ、言ってる人も書いてる人もないんですけど、実際そうなんですよね。概要を一生懸命僕説明したでしょ。それからここにね、どこにもシンガポール航空あるいはスクートじゃないと予約できないなんて書いてないんですよ。実際皆さん、他社便の場合で予約ができたかできなかったか、もしあれでしたら試してみて、できましたよってコメントいただけたら非常に嬉しいんですけどね。ではね、こんな感じで実際のツアーは、次回の動画でお届けいたします。シンガポール先頭車ディスカバリーツアー、新しいツアーで2025年の8月にできたね、ツアーになります。どんなものがね、本当にユニバーサルスタジオ入れるのか、ね、それから有料のショーが見れるのかっていうところを次回お届けいたします。チャンネル登録していただきまして、ご視聴のほどよろしくお願いいたします。